2月14日といえばバレンタインですね。ヒロさんはバレンタインの思い出は何かありますか？ありますよ。大学生の時の話なんですが、バイトから帰ってきて郵便受けを見たら小さな袋が入ってたんですよ。中にはチョコレートとメッセージカードが入ってました。で、そのカードに書かれていたのが、ずっと見てますの一言だけだったんです。しかも名前が書かれていなかったんですよ。それが少し怖いですね。そのチョコどうしたんですか？最初は驚きましたし、少し気味が悪いなぁとも思いました。でもせっかくなので食べました。食べたんですか？怪しいと思いませんでしたか？もちろんちょっと悩みましたけど、手作りじゃなくて市販のチョコレートでしたし、まあ大丈夫かなと思って。ヒロさん、すごいですね。私だったら怖くて食べられませんよ。結果的に何もなかったのでよかったですが、今でも誰がくれたのかわからないままなんですよね。なるほど。ヒロさん、実はそれ、私です。マジで？冗談です。すみません。いやもう、やめてください本当に。心臓が飛び出るかと思いました。Hi there, ジュリです。では早速、今日の会話についていくつか解説をしていきます。ありますよ。大学生の時の話なんですが、バイトから帰ってきて郵便受けを見たら、小さな袋が入っていたんですよ。郵便受け。これは家の前やマンションの入り口などにある手紙や荷物を受け取るための箱のことです。中にはチョコレートとメッセージカードが入っていました。で、そのカードに書かれていたのが、ずっと見てますの一言だけだったんです。しかも名前が書かれていなかったんですよ。で、これは接続詞で、それでやそしてのカジュアルな表現です。例えば、昨日チョコを作ったので彼氏にあげたんだけど、で、どうしたの？このではどちらもそれでと言い換えることができます。書かれていた。これは受け身形に過去形がつながっています。カードは誰かにされるものなので受け身を使います。もしここでそのカードに書いたのがと言ってしまうと、ヒロさんがカードに何かを書いたという意味になってしまいます。カードは誰か知らない人が書いたので、そのカードに書かれていたが正しいです。一言。これは短い言葉や少しだけ話すことです。例えば、日本について一言お願いします。これは日本について少しだけ話してくださいという意味です。しかも、これは何か新しい情報を言うときに使います。少し驚いているような感情があります。例えば、彼はとても頭がいい人です。しかも優しい。頭が良くて優しい。すごいことですよね。なので、少し驚きの感情を入れて、しかもと言っています。ヒロさんはチョコレートとメッセージカードをもらって、カードには短いメッセージだけ書かれていた。そして少し驚いて、しかも名前が書かれていなかったんですと言っています。
最初は驚きましたし、少し気味が悪いなとも思いました。でもせっかくなので食べました。気味が悪い。これはなんとなく怖い、不安な感じがすることです。例えば、夜の森は気味が悪い。夜の森は暗くてなんとなく怖いですよね。せっかく。これは時間を使ったことに対して無駄にならないようにする気持ちや残念な気持ちを意味します。例えば、せっかく旅行に来たのに病気になりました。時間を使って旅行に来たのに病気になってしまって残念という気持ちがせっかくに含まれています。なのでヒロさんはチョコレートをもらって誰がくれたのかはわからないけれども、誰かが時間を使ってチョコレートをくれた。それを無駄にならないように食べた。せっかくなので食べましたと言っています。食べたんですか？怪しいと思いませんでしたか？怪しい。これは何か変な感じがすることです。例えば、怪しい人が家の前を歩いていた。変な感じがする人が家の前を歩いていたという意味です。もちろんちょっと悩みましたけど、手作りじゃなくて市販のチョコレートでしたし、まあ大丈夫かなと思って。市販。これはお店で普通に売られているもののことです。例えば、市販の野菜より家で育てた野菜の方が美味しい。店で売られている野菜よりも家で自分で育てた野菜の方が美味しいという意味です。なのでヒロさんはもらったチョコレートが手作りではない。お店で普通に売られているものだったので大丈夫だと思って食べましたと言っています。結果的に何もなかったのでよかったですが、今でも誰がくれたのかわからないままなんですよね。結果的に。これは何かが起こった最後にどうなったのかを言うときに使います。例えば、たくさんの失敗をしましたが、結果的に成功しました。何かをしてたくさん失敗をしたけれども、最後は成功しましたという意味です。なのでヒロさんは誰がくれたかわからないチョコレートを食べました。でも最後には何も起こらなかったのでよかったですと言っています。いやもうやめてください本当に。心臓が飛び出るかと思いました。心臓が飛び出る。これはイディオムです。とてもびっくりすることです。例えば、急に呼ばれて心臓が飛び出るぐらい驚いた。急に呼ばれたのでとてもびっくりしましたという意味です。では最後に2人の会話を声に出して一緒に読んでみましょう。2月14日といえばバレンタインですね。ヒロさんはバレンタインの思い出は何かありますか？ありますよ。大学生の時の話なんですが、バイトから帰ってきて郵便受けを見たら小さな袋が入ってたんですよ。中にはチョコレートとメッセージカードが入ってました。で、そのカードに書かれていたのが、ずっと見てますの一言だけだったんです。しかも名前は書かれていなかったんですよ。それが少し怖いですね。そのチョコどうしたんですか？
最初は驚きましたし、少し気味が悪いなぁとも思いました。でもせっかくなので食べました。食べたんですか？怪しいと思いませんでしたか？もちろんちょっと悩みましたけど、手作りじゃなくて市販のチョコレートでしたし、まあ大丈夫かなと思って。ヒロさん、すごいですね。私だったら怖くて食べられませんよ。結果的に何もなかったのでよかったですが、今でも誰がくれたのかわからないままなんですよね。なるほど。ヒロさん、実はそれ、私です。は？マジで？冗談です。すみません。いやもう、やめてください本当に。心臓が飛び出るかと思いました。お疲れ様でした。今日のレッスンはいかがでしたか？私もバレンタインにはいろいろな思い出があるので、いつかお話しできればなと思っています。もし日本語の質問があったらコメント欄にお願いします。あと今日の動画が役に立ったなと思ったら LIKE もしてもらえるととても嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。お相手はジュリでした。またね。